メジャーデビューはすごいテンション上がったけど、実際あの期間に、学んだこととか得たこともいっぱいあるけど、ガキだったなって俺自身はすごい思う。御苑あの辺結構いろんな文化的な何かがあるんだよね。菊池さんの335ね、あれ70年代のやつらしいんだけど、すっげえ軽かったの。しかも一回折ってるというねアイライドジーニアスバンドストーリーだったかな。二度とお前らレッドクロスに出さないとラジオ局で一回健さんに会ったことあるんだよ、お横山健だよみたいな感動してたら、横山健さんまた出てきてアルバム持って、あでも釜谷さんは一緒にバンドやったりもしましたからね、の方がかっこよくないですかみたいな釜谷さんが言ってきて、あじゃあ全然それで行きましょう、なんか堅苦しいんでいいのみたいになるかもしれないけど、いや全然メジャーデビューの時とかきっかけとかはどんな風だったの？きっかけは当時名前出していいのかな、高橋さんっていうプロデューサー的なフォーライフの清志郎のそう、清志郎周りでは有名な人なんだけど、あの人があるライブで声かけてくれて、もともとは知ってたんだろうけど、その時に俺らインディーファーストを2010年に出した「I was Japanese Kings」ってそういうのを1枚出してた時期で、だから存在は多分知ってたっていう感じで、なんかうちからどうみたいな感じですね、簡単に言うと。であの頃ほらマリーズとかボーディーズとかああいうだからルーツをやる若いバンドが岡本とか黒猫チェルシーとかね、ああいうのがこうガッといってる時期だったから、だからそれに乗っけてもらったみたいなことだと思うんだけど、メジャーの時期は2年で終わりましたけどそんな感じでしたね。その後にサオさんのところ、そうで2013年からかな、デリシャスレーベルサオさんの、そこに移籍して今って感じですね。でもやっぱ今の方楽しいですね全然。メジャーデビューはすごいテンション上がったけど、上がったし、実際あの期間に、学んだこととか得たこともいっぱいあるけど、なんかすごい俺らやっぱなんつったらいいかな、まだすごい年はいい年だったんだけど、ガキだったなってことが、ガキだったなって俺自身はすごい思う、思い当たることが結構あって、なんかやっぱ合わなかったなっつう感じはねあるよね。硬いっすね、硬い話になっちゃいますね。初めて会ったのはそのぐらいの頃ですよね。そうだよね。グラムロック歌謡みたいなアルバムでした。グラムロック歌謡の世界のあれイベントですよね。そうヤングパリジャンとかローリーさんとか出てた時ね。ラーマーメイが入って、そうで秋間さんのスタッフつか単独はね。だからあの時ボヘミアンズも見て、だからそういうお化粧バンドの枠でもあったし、なんかよくわかんないバンドではあったよね。御苑ってでもなんか昔からあるスタジオとか、なんかライブハウスみたいな意外とあるんですよね、あの辺って。なんかそうみたいですよね。だからそれこそハッピーエンドの連中が入ってたスタジオみたいなのもあるらしいね、御苑って。あとエレックって昔のフォークのレコード会社とかちっちゃいレーベルみたいなのも、その会社も御苑なんですよね確か。御苑あの辺結構いろんな文化的な何かがあるんだよね。そんな感じありますね。あんまりあの辺行かないからそれで言ったらここのねゴールデン街の方が歴史はあるんだろうけどね。ゴールデン街とかりょうさん来たりとかしてました？このお店には来たりしてましたよ。その前とかはいやちょっとなんかあんまビビって素通りしてた感じはありますよね。ちょっとどういうとこか分かんなかったからね。
と雰囲気はいいけどね、ここの通る。あとなんか島君がなんか写真撮ってたみたいな印象が。あ、そうなんですね。なんか荒木のなんか撮ってなかったかな。記憶違いかもしれない。結構ね、でも撮影には使えますからね。あとなんか YouTube でYouTube ネタがほとんどなんだけど俺は証券とジュリーがなんか電車から一緒に喋りながらゴールデン街のお店入るんだよっていう映像あんだよね。あとそのお店がゴールデン街って気づいたのは最近なんだけど、だからそんな昔からねあると思うんだって。僕がね、このお店で8年ほど働いているんですけど、結構前からりょうさん時々来てくれてましたからね。そうですね。いやでも面白いよね、なんかね。面白いですよね。いつまでも残してほしいですね、こういうところの。そうですね。福岡いろいろ権利関係もこういうとこ複雑だから地上げもできないみたいですからね。あ、そうなんだ。地上げに昔挑戦したけど、地上げ屋が失敗してやっぱ権利者までなかなかたどり着けないみたいな感じになって、失敗して、なんか一時その無宿状態みたいになってちょっと大変みたいなんですけど、そういういかがわしさもなんか残しつつみたいな感じあるよね、この辺ね。ヤクザとかでも全然いないからいいですよね。ああ、確かにね。でやっぱもう本当控えなんか介入できないみたいで、ここでもやっぱいろんなロック好きが来るじゃないですか。りょうさんみたいな人って、おっちゃんにも気に入られますからね。往年のロック好きの。そうなのかな。そういうね、お客さんと話したりするのは好きですけどね。でそういう話を聞くのもまた好きなんだよね。なんか、なんだっけブルーチアじゃなくて来日ブルーチアなんだっけ、グランドファンクを見に行ったとか、伝説の雷が雷雨の中であったみたいなね、野外の見たおじさんとかね、そういう話を聞くのは結構面白いものがあるよね。そうです。なんか本で読むよりも実際に行った人の話とかさ、嘘か本当はどうでもいいんだよね。なんかそういう人の話を聞くのが楽しいんだよね。やっぱ古い記憶だから変わってることとかもあるだろうけれど、そうでも意外と健全なとこだなとは来てみると思いますね。そんなに怖いとこじゃなくて、悪いやついないし、ダメなやつはいるけどそうね。まあここはね、マスターのジョニー氏がねすごい信用できる人だからりょうさんがね、ジョニーさんのここのオーナーのこと商店の格好をして、傷だらけの天使ですよね。ああ、そうね、そうね。の格好をして、ツイッターで定期的に中島ラモの名言を拡散してるところが、この人は絶対信頼できると思ったっていう。りょうさんの言い方が好きで、中島ラモの名言ボットって常になんか定期的に流れるじゃない。あれを常にリツイートしてるとこが偉いわけすごい。酒は友達のふりをしてどういうことってやつね。そうなんか何度も見たな、そのセリフすげえなって。ジョニーさんの場合その前の記憶がないっていう説もあるけどね。結構その都度新しい気持ちでリツイートしてるのかもしれない。常に新鮮な気持ちで、昨日までの自分を酒で洗い流して、そう今日も水泳で何キロね見てましたね。体重62キロプラスマイナス0みたいなこと書いてあるね。今夜も飲ませますね。目指せアル中アスリート。いやもう十分アル中アスリートではありますよね。飲むから作ってます。そうアルコールのプールを泳いでる説がありますけど。ジョニーさんでもゴールデン街で言ったら結構名物な人じゃない？結構名物な人ですね。みんなから愛される。今使ってるギター、メインは主に335。そうですね。あれは2018年9年かなに買ったやつかな。なんつうの、ああいうのヒストリックコレクションみたいなだったと思うんだけど、俺全然自分のあれ分かってないんだけど、古いの、そう59年製のやつでカラーリングが60年っぽいやつみたいな、ちょっと変な感じなんだよね。その前なんか多分借りて使ってた。そうレッドクロスの菊池さんみたいなこういう名前がガンガン出てくる。しかも一回折ってるというね。あ、そうなんだよ。菊池さんの。あ、そうなんですか。そうなんです。俺らの曲で「I Ride Genius Band Story」だったかな。わかります。って曲があるんだけど、あれの PV 撮影で借り物なのに俺
ただのソフトケースに入れてて、はいはい、あれ撮影終わった後だと思うんだけど、もちろんそうだね、終わる前に折れてたら終わった後にスタジオに楽器を置きに来て、後ろをガバって開けた時に落ちてきちゃって、そうですか、だったと思う、折れたっつうか要はネックの接合部分つうの、あそこがパカッとこういっちゃったって感じで、だから木がこう折れたっていうか接合部分だったから、上手い人がちゃんと直せば、でそれで一応は治ったんだけど、終わったと思ったな、あの時は。借り物だしね。鈴木さんはブチギレですか？鈴木さんはもう二度とお前らレッドクロスに出さないと。真逆ですごいいい人で、まあこれロンドンコーリングしたわけじゃないんだから。もうこれが俺のスタイルだと。それこそね、誰かの話に繋がられてるこれでいいんだけど、なんかそうだからすいませんっつって直して、今は返したんですけど、菊池さんの335ね、あれ70年代のやつらしいんだけど、すっげえ軽かったの。そうなんですか。だからそのつもりで自分で買ったら、俺のやつすっげえ重い。そうなんですね。結構違うんだ。全然違ってた。菊池さんのやつは特別軽いらしいんだけど、あれこんな重いのかなと思ってちょっと焦ったけど、でもなんかちょっと重いぐらいの方がなんかこう仕事してる感じが仕事に使う道具って感じですね。メロディーメーカーも前使ってたじゃないですか。使ってましたね。メロディーメーカーってめっちゃ軽いじゃないですか。軽いね。大丈夫って感じしますよね。大丈夫なんですけど。まあでもそれなりのね、そういう音だよね。あれはね。シングルコイルでね。そうメロディーメーカーも使ってたな。あれ俺リバティーンズのカールと、そうだそうだ。キースがリスペクタブルって曲のね、色は違うけどね。イメージで、多分カールとかキースの60年代のやつだと思うんだけど、俺は70年代のやつだ。あれはあれでリバティーンズのカールのメロディーメーカーは盗まれたかなくしたかっていうニュースが今日ちなみにインスタで上がってた。見つけたら誰かみたいな。ギター盗難とかって時々ありますからね。いや聞くよね。俺会ったことはないけど。ないですか？やだよね。ですよね。ちょっと怖いよね。でもやっぱありがちっていうか、ちょいちょいね、機材車がまず盗まれるって話もあるもんね。ああいうのって結構、楽器よりもハイエースが欲しいってことあるみたいですね。らしいですよね。こっちはもう取られたことしたら楽器を返してほしいんだけど、で海外に売っちゃうとかなんかそっちね。ハイエースが高く売れるから、楽器なんか足がつくからもう捨てたりすることあるとかってやめてほしいよね。いやゾッとしますよね。でもうちのメンバーでもあるわ。あります。家で弾くようなアコギを、ギターというかそういう空き巣に入られた。空き巣で盗まれて「ゲットバックマイギター」って曲を作ったそれで「This is Pop」ってアルバムに入ってる。それ実はありますね。そうそっか。いや転んでもただではって感じで。そうだよね。返してください楽器。でも楽器盗難はちょっともう辛いよな。そっか、カールのメロディーメーカー。でそれでなんか盗まれたっていう情報とともにそのアップの写真上がってたんだけど、つまみボリュームとかのつまみの部分がかなりテープでバリバリに固定されてるのを見て、そんな感じなんだみたいな。ちょっとケン横山的な思い出しましたね僕も。あれちょっとかっこいいよね。ガムテープで。そう。あれ剥がす気ないからガムテープで貼ってるんでしょうけど、剥がしたら汚くなってる。剥がし跡気になるよね。確かにね。でもかといって養生テープでやってたらかっこ悪いですよね。そうなんだよね。わかる。でもずっとフロントとセンター使えないのも辛いですよね。ケンさん、俺世代的にはすげえ友達とかハイスターすげえ聞いてる。エアジャム世代っちゃ世代だよね。2015
2015年だったかな、ラジオ局で一回検査に会ったことあるんだけど、はいはい、俺らも5人でラジオ出演の時で、はいはい、なんかスタンバってたらケンさんとスタッフが来て、あれ横山ケンじゃねみたいな感じで、はい、俺らが当時出してたカイザーストロング的なアルバムがあって、はいはいはい、ちょっと持って挨拶行こうぜとかつって持って行ったのよ、はいはい、ではじめましてザ・ボヘミアンズって言います、ロックンロールやってますって言ったらいいねとかつって俺らのアルバム持ってスタジオに消えてったのよ、はいはい、横山健だよみたいな感動してたら、横山健さんまた出てきてアルバム持って、はい、つうのは俺らのそのアルバムの裏側に曲のタイトルとその曲のタイトルを無理やり中国語にしたみたいな、全然エセなんだよ、なんか割れ的なんとかみたいなそのエセ中国語当時だね、ブラーがね、再結成したブラーがそんなタイトルつけてたんだよ確か、はいはいはい、それを真似してインチキ中国語みたいなタイトルね、君らこれ何とかつって言ってきてめっちゃ面白いんだけどみたいなすげえ感動したなあの時は。ケンさんにそんな言われたらね、わざわざ言いに来てくれて、ね、うん、そうそうわざわざ言いに来てくれてた。そうやって大事にちゃんと見てるんですもんね、うん、そういう憧れのね、自分なんか山形の田舎だったから、はい、その頃からしたらすごいスターの人たちと、はい、普通にイベントとかそういうとこで会ったり見れたりするっていうのは結構俺いまだにドキドキすることが多いな、はい、特にミーハーだから俺はなんか芸能人扱いっていうかみたいな、うん、ありますね、うん、まあ、もちろんねボヘミアンズだってそういう立場だからなんですけどね。いやそういう立場にはね、そういう意識はないんだよね逆に、むしろそうじゃん、それがかっこいいと思うし、ずっとなんかミーハーであれだみたいなタモリだみたいなそうなんですよね。なんか特に会えて嬉しかった人とかいます？でも釜谷さんはやっぱ一緒にバンドやったりもしましたからね。大きいことですよね、その後俺らがやったのは2012年12年か、その5年数年して亡くなっちゃいましたけどそうですね、その当時でももう70何歳だったから結構年はいってたと思うんだよね、はいはい、で会議室でなんかそのコラボする流れになった時に、はい、いろいろ喋るんだけど「はい」って毎回釜谷さんがやっぱさすがにもう70ぐらいじゃ耳遠いかなっていうその時と思ったんだけど、よく考えたら他のスタッフからも俺ら「はい」って言われてたから、俺らの声がちっちゃかっただけだったんだよね俺らの声が誰からも「はい」ってやられるから亀梨さん全然元気だったその時全然元気だった耳良かったんだよね俺らの声が小さいだけだった。ごめんっていう面白かったよでも亀梨さんとのコラボは。リハをねほとんどやりたがらないあの人は。そうなんですか。一回やったらもう一緒みたいな感じですぐ消えてったいつもスタインバーガーだからさ、はいね、サイズ感おかしいケース持ってさそうあれ使ってますよね。あれ何なのみたいな感じでそれを背負ってきてスタッフマネージャーの人だと、はい、なんかリハなんか1回ぐらいずつやったらもうすぐ帰ってた面白かったなんかそうコラボのあれがあったからライブ2回ぐらいをリリース記念のやってて、はい、その時になんか最後アンコールかなんかでじゃあみんな知ってる曲でもやりましょうかみたいな感じでSixTONESのサティスファクションやろうってなったんですよね。でベー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 じゃないで最後ベー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 ってSixTONESは終わるじゃん、はい、あの感じで合わせてたら亀谷さんが最後なんかそのゆっくりベー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 って大げさにしないでそのままストレートにベー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 の方がかっこよくないですかみたいな釜谷さんが言ってきてじゃあ全然それでいきましょう、はい、って言ってやったら本番釜谷さんだけダダダダダダって釜谷さんだけ遅くなってて全然違えだよそういう人ではありましたかっこよかったあれはやっぱりそしてこうゆっくりになっちゃいますよね。なるよね。あの感じね。